はい、皆さんこんばんは、本田ハークです。まずは自己紹介をさせていただきます。私は大学卒業後、日本の大手証券会社に入社しました。その後、海外に渡り、これまで累計約17年間、金融投資の業界でずっと仕事をしています。現在は海外の暗号資産アービトラージファンドでファンドマネージャーをしています。このチャンネルでは日本の皆さんに正しいファンダメンタルズ分析のやり方をお伝えしていきます。ファンダメンタルズ分析なんて役に立たないよと思われる方もいるかもしれません。毎日ウェブニュースを読んでいるけれども投資の役に立ったことがないと思われる方もいるかもしれません。ただそれは正しいファンダメンタルズ分析のやり方を知らないだけです。毎日欠かさずウェブニュースを読んでいることがファンダメンタルズ分析をしていることにはなりません。このチャンネルではファンダメンタルズ分析とはどうやって行うのか、それを実際投資トレードにどうやって利用していくのかを学んでいただく教材になればと思っています。では早速参りましょう。今日お話しするのは前回に続きドル円相場です。今日はドル円相場と非常に相関関係の強い日米金利差についてお話ししていこうと思います。ご存知の通り、ドル円と日米金利差は歴史的に相関関係が強いです。米国金利が上昇すれば、ドル円は円安に進み、ドル円金利が低下すれば、ドル円は円高に進むといった関係があります。ではここで日米金利差とはどの金利のことかお分かりになりますか？結論を言うと、それは日米5年国債の金利差のことです。ドル円相場は日米5年国債の金利差と最も相関関係が強いことが知られています。こちらのチャートをご覧ください。上段にドル円、中段に日米5年国債の金利差とドル円の相関係数、下段には日米3ヶ月国債の金利差とドル円の相関係数を表示しています。チャートを見てわかる通り、中段のドル円と日米5年国債金利差の相関関係はゼロよりも上の状態が多い。つまりドル円と日米5年国債金利差には一定の相関関係があることがわかります。対して下段チャート、日米3ヶ月国債の金利差とドル円の間には何ら相関関係は存在しません。3ヶ月国債の金利というのは直近に決定された中央銀行の政策金利に近い数値になります。つまり、この相関関係からわかることは、直近 FOMC など政策決定会合で利上げが行われた、行われなかったということは、ドル円をトレードする上で何ら参考にならないということです。対して5年国債の金利動向は非常に参考になります。では、アメリカ5年国債の金利がどのように決定されているのかご存知ですか？この米5年国債金利は将来の金利予測をもとに価格が決まっています。そんな将来の金利予測なんてどうやってわかるのと思いますよね。それはアメリカ政策金利であるフェデラルファンドレート先物の
取引額を見ればすぐにわかります。意外と知られていないのですが、アメリカの政策金利であるフェデラルファンドレートは先物商品として日々マーケットで取引されています。商品シンボル ZQ を検索することで誰でも閲覧することができます。今週末4月8日金曜日の終値でアメリカ政策金利フェデラルファンドレート先物 ZQ の12月の数値は 2.45% をつけています。つまり、これはどういうことかというと、今年残り6回開催される FOMC の中で3回の 0.5% 利上げ、残り3回は 0.25% の利上げということをマーケットは予測し織り込んでいるのです。米5年国債の金利が上昇すれば、米5年国債金利と相関関係の強いドル円の円安も進むということでしたね。ただ、この米5年国債の金利がこれ以上上昇するには、この市場が現在予測している数値よりも強い、さらなる高派な FOMC での利上げが必要となってくるわけです。では、現在マーケットが予想している今年残り6回の FOMC で3回の 0.5% 利上げ、残り3回は 0.25% の利上げ以上に強い利上げが行われる可能性はあるのでしょうか？おそらくその可能性は十分にあると思います。というのも、現在 FRB はすでに危険水準に達しているアメリカのインフレをいち早く沈静化させたいと考えています。そのためにはとにかくアメリカの政策金利をいち早く中立金利である 2.4% まで引き上げたいと考えているでしょう。その場合の利上げ最短スケジュールはこのようになります。来月5月の FOMC で 0.5% の利上げ。その後、6月の FOMC で 0.5% の利上げ。7月の FOMC で 0.5% 利上げ。9月の FOMC で 0.5% の利上げ。そして今年11月の FOMC で 0.25% 利上げを行い、政策金利は 2.5% と目標の中立金利に到達します。続いて翌月12月の FOMC でも 0.25% の利上げを行う。つまり今年年末にアメリカ政策金利 2.75% というのが最も高派な金利見通しでしょう。今月4月に入ってから FOMC メンバーからは利上げに対して次々と高派な発言がされていますね。とにかく早くにインフレ沈静化のために政策金利を 2.4% の水準まで引き上げたいというのが本音でしょう。実際にFOMC でここまで強気な利上げを行えるかは別として、金利先物市場が一旦この水準を織り込みに金利上昇に向かう可能性は高いかと思います。この時にアメリカ5年国債の金利は 3% 近い水準まで上昇することになります。ちなみにアメリカ5年国債金利は現時点では 2.759% です。ということはどういうことか。米5年国債金利がまだ上がる余地がある。つまりそれと相関関係の強いドル円は
まだ円安に進む余地を残しているということです。ただし、米5年国債金利上昇余地も現在の 2.759% から 3% 強程度で、前回の動画ドル円分析日本経常収支でお話しした内容と合わせても、せいぜいドル円130円あたりまでの押し上げ効果しかないと思われます。ここで誤解のないように、ドル円は130円が売り時、ショートエントリーのタイミングだと言っているわけではありません。日米金利差の観点から見ると、米5年国債が 3% あたりの水準をつけた時がドル円の売り時、ドル円ショートポジションのエントリータイミングだということです。この時にドル円が128円なのか、130円なのか、132円なのかということはわかりませんし、問題ではありません。話はそれますが、今後一度の FOMC で 0.75% 幅以上の利上げが行われることはあるのでしょうか？ FOMC で一度に 0.75% 幅以上の利上げが行われたのは1994年の11月が最後となっています。0.75% 幅の利上げが果たしてどれだけ経済に悪影響を与えるのかは未知数です。よって、さすがに FRB もそこには踏み切れず、0.75% 幅の利上げは今後もないものとして考えます。もし 0.75% 以上の利幅で利上げが行われるようなことになった場合には、すべての投資シナリオを組み直さないといけません。ということで、以上、前回は経常収支、今回は日米金利差と、どちらもドル円にとって重要なファンダメンタルズについてお話ししてきましたが、これらのことからは、ドル円はまだ円安の余地は残していますが、その伸びしろはもうそれほど大きくないことがわかります。ただ、これで話は終わりではないです。次回5月4日に発表される見通しの FRB のバランスシート縮小 QT について触れないわけにはいきません。今週水曜日4月6日に発表された FRB 議事要旨から5月より QT が開始される見通しで、その規模は前回2017年の倍額規模となることが明らかになりました。この来月以降の QT は場合によっては米国債価格の暴落を招き、米5年国債金利を 4%、5% と押し上げてしまう可能性があります。その場合にはドル円の140円台、150円台も視野に入ってくるでしょう。ドル円140円台、150円台が起こり得るとしたら、この QT による米国債金利急騰がメインシナリオになると思います。話が長くなってしまうので、今後の QT に関する分析、考察はまた次回の動画でお話ししようと思います。それと、もしかすると QT のお話の前にアメリカの政策金利、フェデラルファンドレート先物の見方についての解説動画を上げるかもしれません。この米政策金利、フェデラルファンドレート先物を理解し、あなたのトレードウォッチリストに入れておくことは間違いなく役に立ちます。あなたが例えば株式トレーダーであろうが、FX トレーダーであろうが、デイトレーダーであろうが、スイングトレーダーであろうが、
日々のフェデラルファンドレート先物の動きを見ることは間違いなく参考になるでしょう。このことについても詳しい解説の動画を投稿していきたいと思っています。では今回の動画は以上になります。ぜひチャンネル登録といいねをして次回の動画をお待ちください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。